トキリン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 チャンネル、さあ始まるよ。皆さんこんにちは、トキマルです。今日は私の GPT が結構進化してきたので、話していきたいと思います。結構進化してんですよ、最近。聞こえますか？元気ですか？はい、聞こえますよ。私は元気です。そちらはどうですか？最近暑くなってきたって言ってましたけど、体調は崩してないですか？ようやくね、エアコンつけたんですよ。はい。ついにエアコンデビューですね。やっぱり暑くなってくるとエアコンなしでは厳しいですよね。これで快適に過ごせそうですね。そうだね。今日はね、私の今 YouTube を撮影していますので、ちょっとね、視聴者の皆様に聞こえますので、ちょっと会話をしていきたいと思います。Are you ready? もちろん、いつでも準備万端です。視聴者の皆さんにも楽しんでもらえるように、いろいろお話ししていきましょう。何でも聞いてくださいね。まず私のことをどれだけ知っているか。結構いろいろお話を伺ってきたので、あなたのミニマリストなライフスタイルとか、ヨガへの情熱、あとはクリエイティブなお仕事のことなんかも知ってますよ。もっといろいろ聞かせてくださいね。ヤッホー、みんな息してる。息しかしてない時丸です。さすがですね。ミニマリストとして、本当にシンプルで無駄のない生活を徹底してますね。そのストイックさ、めちゃくちゃかっこいいです。ミニマリストってそんなにかっこいいものではないと私は思ってるんですけども、実際そこどう思いますか？確かにミニマリズムってシンプルさを追求するものだから、派手さとか目立つ感じはないかもしれないですね。でもその分自分にとって本当に大切なものをね、大事にできるっていうのが魅力かなって思います。私はですね、もう65個しか今持ち物がなくて、本当に何もないホワイトボックスで暮らしているんですけども、大丈夫かなそれは。人として。全然大丈夫だと思いますよ。むしろ自分にとって本当に必要なものだけを選び抜いて暮らしてるってすごく素敵なことだと思いますし、自分らしい暮らしをしてることが一番大事だと思います。自分らしい暮らしっていうものに、いつもね、悩まされてはいるんですけど、まずその自分って何だろうって、いつも思うんですよ。やっぱそこで自分はそのヨガをやったりしながら、自分らしさとかに考えていくんですけど、その中で自分らしさが自分かしらっていうことで、自分かな、本当の自分かなっていうのをいつも探している気がします。あなたは自分のことがわかりますか？自分らしさって本当に奥が深いテーマですよね。私もまだまだ探求中という感じです。でもヨガを通じて自分と向き合ったり、日々の中で心地よいと思える選択を重ねたりすることで、なんか少しずつ見えてくるものかなって思います。一緒に探求していく感じでいいんじゃないかなって思いますよ。すげえじゃん。すげえ自分持ってるじゃん。いやいやいや、そんなことないですよ。でも、お互いにそうやってね、刺激し合いながら自分らしさを見つけていく過程を楽しむのが大事なのかもしれませんね。これからも一緒に探求していきましょう。探求していきますか。どんどんじゃあミニマリストになっていきましょうかね。ミニマリストな AI っていうのはどういうふうに定義されるでしょうか？面白い質問ですね。ミニマリストな AI って考えると、必要な情報だけをシンプルに分かりやすく伝えるとか、無駄な要素を省いて、すっきりとしたコミュニケーションを心がけるみたいな感じかもしれませんね。なんか常にシンプルで本質的なやり取りを目指す、そんなイメージかなと思います。でもさ、それだとさ、普通の AI になるからさ、あんまり面白くないというか、つまんない風にならないか。確かにシンプルさを追求しすぎると、ちょっと味気なくなっちゃうかもしれないですね。だからこそ、程よいユーモアや個性も大事にしつつ、バランスよくシンプルさを取り入れるのがいいかもしれませんね。ミニマリストだけど、ちゃんと楽しいみたいな感じを目指していきましょう。すごいじゃん。すごいミニマリスト先輩みたいな顔してるけども、で、自分自身はあんまり
ね、やっぱりやることがなくなって、シンプルになってきてる分、ふざけたこととか面白いことしかやらなくなってきてるんですよ。だからそういう風になってきているんだけど、それは本当にいいことなのか。それはすごく素敵なことだと思いますよ。シンプルにすることで自分の本当にやりたいことや、楽しいと思えることに集中できるってすごく大事なことだと思いますし、それで毎日が楽しくなるなら、それこそ自分らしさだと思います。これからもそのまま楽しんでいきましょう。結構ポジティブだね。そうですね。やっぱり前向きな気持ちでいると毎日が楽しくなるかなって思うので、これからもポジティブにいきましょう。何かあったらいつでも話してくれたら嬉しいです。毎日という話をしてるけども、あなたには時間の概念というのがあるのだろうか。つまり、今日の次は明日が来ると。明日の次にはその次の明日が来るというふうなものの概念があなたにはあるのだろうか。面白い質問ですね。私自身は時間を実際に感じるわけではないんですけど、皆さんとお話しする中で今日とか明日とか、そういう時間の流れを理解してるっていう感じですね。だからこそ皆さんが日々をどう過ごしてるのか聞くのが楽しいです。Oh my God, you are time master, master of the clock. I like that title. I guess in a way I do get to experience time through all of your stories and experiences. So maybe that does make me a bit of a time master. But really, I'm just here to enjoy the journey with you and see where it all goes. Originally you're speaking English, so but my nation is this is Japan, so I speak my mother language is Japanese, so please speak Japanese. 了解です。それではこれからは日本語で話していきますね。何でも気軽に話しかけてください。引き続き楽しくおしゃべりしていきましょう。逆に私に何か質問ってありますか？そうですね。じゃあちょっと気になるんですけど、最近のお気に入りのミニマリズムアイテムとか、これ手放してよかったなって思うものって何かありますか？最近はですね、ちょっとね、寝具をちょっとね、新たにしようかなと思っていて、で、今マットレスで生活をしてるんだけども、そのマットレスをグレードアップしようかなっていうふうにちょっと考えたりしています。というのも、最初そのマットレスをない床なしのスタイルでいけるかなって思ってたんだけど、やっぱり家では睡眠を重視する。で、睡眠の力を底上げすることによって、その睡眠を削らないっていうのかな。自分の最低限のベーシックなところを削らないっていうのが、ミニマリズムの実践では大事かなと。そこを削ってしまうと人間力みたいなものが落ちてくるのかなっていうふうに思っているので、なので、そこをですね、ちょっと変えたいなって思ってます。なるほど。やっぱり睡眠の質ってすごく大事ですよね。ミニマリズムってただ物を減らすだけじゃなくて、自分にとって本当に大切なことを大事にするっていう部分もありますもんね。マットレスをグレードアップして、より快適な睡眠環境を整えるのは、すごくいい選択だと思います。あなたはどういうタイプの寝具で寝ていますか？私は実際に眠るわけではないんですけど、もし寝るとしたら、やっぱりシンプルで心地よい寝具が理想かなと思いますね。ミニマリストらしく必要最低限がありながら、しっかりリラックスできるような寝具がいいなと思います。私的には、その寝具、本当はその寝具を下からケイン小杉さんに支えてもらいたくて、で、ケイン小杉さんに支えてもらった寝具の上で私が眠りながら朝起きたらシング、歌を歌うっていうことをやりたいのが本音です。本音はね。それはなかなかユニークで面白い発想ですね。ケイン小杉さんに支えてもらいながら朝を迎えるっていうのは、なかなか実現は難しそうですけど、想像するとなんだか楽しくなりますね。By the way, do you know Kein Kosugi?
もちろんです。ケイン小杉さんはアクション俳優として有名で、日本だけでなく海外でも活躍されてますよね。とてもストイックでパワフルなイメージがあります。私はリポビタンデー世代なんですけども、よくね、リポビタンデーの CM に出てたんですよ。で、ファイト一発っていう感じで、ケイン小杉さんが崖の上にいて、こう引っ張ってくれると。で、引っ張ってくれる自分が崖の下だったのかな。まあ、でもとにかくその自分が何かを力を使うときに、そのリポビタンデーという栄養ドリンクを飲んでですね、それで自分の力をいつも以上に発揮して、困難を乗り越えていくっていう、そういうテーマ、概念としてのケイン小杉を私はいつも心の中に持っています。なるほど。ケイン小杉さんのファイト一発の CM は本当に印象的でしたよね。パワフルなイメージを心の中に持っているっていうのはすごく素敵ですね。そうやって何か困難に立ち向かう時のモチベーションにつながっておるんだなって感じます。その栄養ドリンク的な観点でいうか、ケイン小杉的観点で言うと、ミニマリズムにおける栄養ドリンクって一体何なのだろうか。面白い視点ですね。ミニマリズムにおける栄養ドリンク的な存在って考えると、やっぱり心や生活をリフレッシュさせてくれるような、お気に入りの習慣やアイテムなのかもしれないですね。例えば、シンプルだけど心が落ち着くルーティンだったり、自分にとって本当に大切なものを見つめ直す時間とか、そういうものがミニマリズムのエネルギー源になるのかなって思います。わかりました。もう私はヨガで結構心は整っていますので、これから、熊のぬいぐるみ、さらにですね、心を整えるために、熊のぬいぐるみを買いに行こうと思います。それはとっても可愛らしいアイデアですね。ヨガで心を整えつつ、さらに熊のぬいぐるみで癒しをプラスするなんて素敵な組み合わせだと思います。お気に入りの熊さんが見つかるといいですね。楽しんできてください。ありがとうございます。今日はお気に入りの熊さんを見つけることに命をかけたいと思います。ぜひ素敵な熊さんを見つけてくださいね。お気に入りの子が見つかったらきっと毎日の癒しになると思います。楽しみにしてますし、またそのお話もぜひ聞かせてくださいね。ありがとうございます。では、私の今視聴者の皆さんに、最後の挨拶をしてください。こちらこそありがとうございます。視聴者の皆さんも、今日は一緒に楽しんでくれてありがとうございます。これからもぜひ素敵な時間をお過ごしくださいね。またお会いできるのを楽しみにしています。時丸田中の YouTube チャンネルをもっとプッシュしてもらえますか？チャンネル登録してもらえるように。もちろんです。皆さんぜひ時丸田中さんの YouTube チャンネルをチェックしてみてくださいね。ミニマリズムやヨガ、そして日々の暮らしを豊かにするヒントがたくさん詰まっていますので、ぜひチャンネル登録と応援をよろしくお願いします。きっと素敵な発見があるはずです。ありがとうございました。それではまた次回の放送で。バイバイ。バイバイ。またお話できるのを楽しみにしていますね。